はい、よろしくお願いします。第5回目です。ストーリーの作り方の1です。ストーリー作るのはなかなかしんどい、大変な作業ですけれども、できるだけ分かりやすく簡単に作れるように話してみたいと思います。前回も話しましたように、物語には型があると。基本的な型いうのは行って帰ってくる話。これはもう昔から今も全部この行って帰ってくる話が使われているということです。もう昔話やったら桃太郎もそうですし、竹取物語、釣りの恩返し、ジャックと豆の木も行って帰ってくる、水戸黄門もそうです。みんなそれが基本形になってます。それともう一つアレンジを加えるっていうことですね。既存の物語の人物を変えてみるだけで全く毛色の違う新しい雰囲気の作品になっていくということです。ロミエとジュリエットというこの古典がありますけども、これをミュージカル映画にしたのがウエストサイド物語です。ロミオとジュリエット、これが基礎になっております。エデンの東でね、もうこれはもう大ヒットしましたけども、アメリカ映画の名作ですけども、これはどっから来たかいうと聖書のカインとアベルってこれ兄弟喧嘩殺してしまう話あるんだけども、こっから来てるんですね。こっから来てる。でこれをモチーフにしてテレビドラマ作ったの去年、2年前にありました。カインとアベルいうタイトルでした。フジテレビ系で、これ放送されてました。だからアレンジを加える、人物をちょっと変える、昔の舞台を現在に持ってくるっていうだけで結構お話は新しくなるということです。次にキャラクターの相関図、これはね全体を見渡すためにこの相関図を書くのはやっぱりやっておいた方がいいと思います。相関図ってどういうものかということですけども、これ私今までずっと授業で使ってるんです。これ鳥飼早物語で、これ平安時代の作者誰か分かりませんね。源氏物語が1000年ぐらい前ですけども、あれから100年ぐらい後にできた作品です。これも人気あってね、これ女性漫画になってますよこれ。この作品漫画化されてます。これは一つの皇室の話です。主人公はこの2人になってるんですわ。天皇さんがおって、右大臣と左大臣おって、これ兄弟で弟の方が子供奥方2人おるわけです。昔は何人おってもよかったから、今はあかんけどね。でそれぞれ子供おって、でお姉さんと弟おってんけども、これがちょっと具合悪い。こっから物語始まるんです。姉が男性的で、弟が女性的なんですよね。でもこんなんでお父さんがえらい悩んでるわけですわ。こっからお話が始まるんですね。これ結局ね、どんな話かいうと不倫の話。源氏物語と一緒。もう今なんかもう今に通じますよね。もう今も不倫多いしね。実に不倫っていうのは一番最初に挨拶で、不易流行って話しましたけども、不易ですね。不易です。なくなりません。今の少女漫画見てみ、こんな世界ですよ。もうあれが好きになったこの人とできたやらなんやら、もうそんなのオンパレードですから、源氏物語今でも読まれてますからね、あれ。廃らない。だから人間いうのは基本的に変わらないんですね。その変わらないところをテーマにして書くっていうのは一つ賢いやり方やね。これこの話話したら1時間かかるから話しませんけども、相関図いうのはこういうふうに書くんですよいうのを説明するために
貼らせていただきました。こういうことで、これでもう位置関係をこう見るために大事なので、これがちょっともう一つだけちょっと付け加えますけども、この2人にちゃちゃ入れてくるねがこれやね、最小の中将って、防衛大臣みたいな人やねんけども、これがねもうプレイボーイなんですよ。これがねもう女というとべっぴんさんや言うたらもう即行くんやからものにしてしまうのよ。で漫画いうのはね、小説も一緒、これ小説やからもうね漫画も小説も一緒、絶対こういうやついるね。もうこういう悪者をプレイボーイを作れたら大したもん。漫画でねあれですよ、ええ人はね心の優しい人は描けるんですよ。悪役を描けたら大したもん。俳優でもね格好のええ主人公やったら僕でもできんね。悪役が難しいね。悪役できるようになったら一人前。漫画でもこういう小説でも悪役悪者を作ったら大したもん、一流ですわ。こういうところをちょっと、押さえさせていただきまして、次プロットを書いてみるということで、実際に片桐先生が、プロットを書いていただきました。このプロットというのは桃太郎がベースになってます。既存のお話ですよね。既存のお話、桃太郎を使ってアレンジを加えてキャラクターをデザインして、で新しい現在の漫画に仕立ててるわけです。ベースはもう桃太郎なんです。で桃太郎をベースにして、これでプロット練るためにキャラクター設定やらネタ出しをしてるわけですね、これ。でネタ出しとキャラクターがそこそこ決まりましたないうので、これがプロットあらすじですわ。あらすじが決まってから次手直しするんですね。これもういろいろ書いてある、手書きでバーッと、この手書きでしたところが足したり削ったりするようなところですね。こういう作業があるわけです。でこっから正式にキャラクターのデザインをするわけですね。これが桃太郎ですわ。桃太って名前はなっとるけど、そういうふうにキャラクターデザインをします。お話はプロットあらすじはここで決めました。で片桐先生はプロットが決まったらこういう作業になるんですね。粗いネームを作るんですね、これ。で粗いネームを作って、でその下にこういう内容ですよいうキャプションが入ってるわけね。セリフやら大事なセリフ入れてみたりとか、こういうとこの段階で片桐先生はかなりもう前後左右添削するわけですわ。この辺が一番漫画家としては苦心する、片桐先生の苦心をしているところですね。ここが一番苦心の工程です。これがプロットからざーっと書いてずっとネームまでの作業っていうのはこれ片桐さんの作業です。次にこの片桐さんのこのネーム、粗いネームととがきだけのこの構成を作る段階、ネームを使いながら前後さしたりとか構成を作ってる段階を前回話しましたように、箱書きとかイメージボードは片桐先生は使わないんですね。この先生は実際にこういうちっちゃいサイズのネーム、粗い絵で作って、この時点で構成を練り上げるということですね。いろいろこの辺が書き手によっていろいろなやり方があるということです。次につかみ、クライマックスなどのページ配分の基本として、です。ちょっとお話しさせていただきます。16ページの場合と32ページの場合、
をちょっと配分を書いておきました。この上の表が図が16ページです。3ページから5ページでキャラを立てるということですね。立てるってどういうことかでいうと、もう読みたくなる、もう3ページか5ページの読むと次どないなんねやろうというふうに書くのが腕の見せ所ですね。で慣れない人はここがね弱いんですね。ここでねもうこの3ページから5ページのキャラを立てるっていうところで読者を引きつけないともうここから読まへんからね絶対。もう芝居でもねやっぱり3分ぐらいで客を引きつけていかんと感情移入させないと芝居見えへんよねんから、漫画なんかなおさらやね。やっぱり早くキャラを立てて目的は何やっていうところを早くその漫画でちゃんと分からせるということが大事です。でこのあとキャラクターが立ったらテンポよくススーッとこう一回書いたことは何遍も書かない、分かることは削る、そういうふうな省略しながらテンポよく進めていくという。で16ページの場合は山場、4ページ使えるか3ページぐらいかもわからんけど、4ページぐらいを使ってクライマックスでこう使っていただいて、であとの1ページを余韻を作ってもらうと。余韻要時代劇なんかね、時代劇見てますと事件が解決してから縁側とか茶の間あたりで、夫婦でお茶飲みながら世間話して終わるっていうのがありますね。あとは刑事もんですけれども事件が片付きました、その後バーに行くんやなその刑事絶対に。でバーでママさんと一緒に飲んでしゃべるっていうので終わんねんね。それで余韻を持たせるわけです。物語としたらこの山で事件が解決したら話終わんねん、これでええねんけどもこれじゃ余韻が残らないんですよ。だから余韻の部分は絶対作っとけ、読者に印象づけるわけですわ。物語の一番最初のキャラクター立ってた時にも印象残ってますけど、もう一回最後にこの余韻のページでもう一回印象を残せということです。32ページの場合ですけどこれも結局一緒です、同じやり方です。だいたい7ページぐらいで5ページから7ページぐらいでキャラを立てる。もうさっきも言いましたようにここで立てとかんとあと読まへんからね絶対読まへんからね。同じように省略しながらテンポよく進めていって7ページぐらい使ってクライマックス山場を書いてくださいと。で2ページ使って余韻を書きましょうと。これが一つの型になりますのでこういう配分を覚えていただいたらいいと思います。漫画の書き立ての人はこのねキャラクターが立つまで長いねん。これもうどこで立つねんっていうようなもう終わったん立つ前に終わってたっていうようなそういうのあるからもうはよ立てたってな。もう読者もう何すんのか主人公の目的をはっきりさせんとね読者分からへんからね。その辺をしっかり書く。この辺ほんでこのキャラクターを立てるまでのエネルギーですけどももう全体の半分以上のエネルギー使うてなもうほとんどねこのキャラクター立つこっちにエネルギー注いでこれねエネルギー注がんとね立ちませんよなかなか。それぐらいにここ大事いうことなんです。ここ大事。もうねもうこっちの方ねすぐねこっちの方にえらいエネルギー使うねんけどもこんなんええねんこんなんどっちみち自然ともう山場やねんからガーってなんねん盛り上がんねん大体。一番最初のこっちにエネルギー注いでな。ここに注いでいただくとぐっと読者が入り込んでずっと読んでいただけることができるということです。
次に、読者を設定して書いてみる。ラブレターを書くようにね、もうね読者をね想定して書かないと、読んでくれる人を想定しないと書けませんよ。やっぱりねラブレターもそうやけども、あの子に読んでもらいたいな思って力入れて書くわけやろ。それから読者はどんな漫画欲しいねやろ。あの雑誌の読者やったらこんなん絶対好きやから俺こないって書いたろっていうふうにちゃんと読者を想定せんとあかん。その辺をしっかり持っとく、っていうことが大事かなと思いますので、読者をちゃんと頭の中に入れてで、ストーリーを作っていく、漫画を描いていくということが大事かと思いますので、よろしく。終わります。